耳なし法一、小泉八雲。昔、下関に阿弥陀寺という寺がありました。この寺に法一という盲目の琵琶弾きが住んでいました。彼は生まれつき目が見えなかったものの、琵琶の腕前は素晴らしく、特に壇ノ浦の戦いを弾き語ると、皆涙を流すほどだったそうです。壇ノ浦の戦いとは、源氏と平家の最後の争いを描いたもので、争いに負けた平家の者たちが次々と海に身を投げ、無念を残して沈んでいった悲劇の物語です。特にまだ子供だった安徳天皇が母と共に海へ消えた場面は、聞く者の心を震え上がらせました。ある蒸し暑い夏の夜、闇が深まる寺で、一人琵琶を弾いていた法一のもとに、一人の怪しげな男が現れました。冷たい風が突然吹き荒れ、男は法一に、身分の高い方があなたの弾き語りをお聞きになりたい、と言います。法一はそのまま男についていき、暗い森の中を抜けて、古びた大きな門のある屋敷へたどり着きました。そこで法一は壇ノ浦の戦いを弾くようにと言われ、琵琶を弾き始めました。すると、見えないはずの周囲から泣き声が聞こえ、空気がどんどん重くなっていきます。法一はその後も7夜続けて弾きに来るように言われ、その夜から毎晩同じ屋敷へ通うようになりました。寺の和尚は毎晩遅くまで出かけている法一を見て不思議に思い、寺の者に後をつけさせました。そして彼らは恐ろしい光景を目の当たりにしました。法一は屋敷ではなく、冷たい風が吹く夜の墓場で、安徳天皇の墓の前に座り、亡霊たちに向かって琵琶を弾いていたのです。彼らが恐れたのは、そこに集まる無数の怨霊たちの姿でした。和尚は法一を救おうと思い、彼の全身にお経を書きました。そして、どんなことがあっても声を出してはいけないと言い聞かせました。夜が訪れ、亡霊たちが再び法一を迎えに来ました。お経に守られた法一の姿は、亡霊たちには見えませんでした。しかし、和尚が法一の耳にだけお経を書くのを忘れてしまい、耳だけが暗闇に浮かんで見えていました。亡霊たちはその見える耳を引きちぎり、闇の中へ消えていきました。朝が来て和尚が見に行くと、法一の両耳がなくなっていました。和尚は深く後悔し、法一に謝罪しましたが、彼の両耳は永遠に戻ることはありませんでした。その後、法一の琵琶はますます評判となり、彼は耳なし法一として語り継がれる存在となりました。しかし、その名は恐怖と悲しみの伝説として、人々の記憶に深く刻まれていったのです。